皆様こんにちは、満別花丸です。四国メタンです。今回はこちらのベアボーン PC をレビューしていくよ。なんだか地味な見た目のミニ PC ね。ベアボーン PC って何？ベアボーン PC っていうのは電源とマザーボードがすでに組み込まれている PC のことだよ。なるほど。あれ、LAN ポートが4つもある。4つ全部 2.5GB イーサだよ。しかもこのミニ PC には M.2 SSD を5台も搭載できるんだ。5つもミニ PC って2つくらいが標準的よね。見た目によらずすごいでしょ。今回の動画の流れはまず開封して外観の章で実物をチェック、次に仕様の章でこの製品の特徴を見ていくよ。検証の章では主に CPU とストレージの性能を見て、最後に実用の章で Windows のファイル共有機能での使い心地を見ていくよ。それでは行ってみよう。今回のミニ PC は CWW 系っていう中華メーカーから購入したよ。注文ページで CPU やメモリの容量、SSD の容量もいろいろ選べたけど、今回は CPU は Intel N100、メモリと SSD はなし、専用の拡張ボード付きにしてみた。専用の拡張ボード。SSD を5台搭載できるっていうのは、この拡張ボードを付ける必要があるんだ。なるほど。次の章で詳しく説明するよ。注文して1週間くらいで無事到着。テープがぐるぐる巻きにされた状態で届いたよ。中国から届く荷物って大体がぐるぐる巻きよね。外箱や梱包はかなりシンプルね。内容物は本体と 60W の AC アダプター、ドライバー、SATA ケーブル、ファン用の4ピンケーブル、ネジ類、保証書。仕方ないけど説明書がないのはちょっと不親切ね。ちなみに電源プラグは3ピンの US タイプを選んだから変換プラグが必要だよ。次は本体の外観を詳しく見ていこう。ケースは金属で 735g、 サイズにしてはずっしりしてるよ。かなり重たいわね。もしかしてファンネス？そう、だからケースで放熱するようになってるんだ。前面には電源ボタン、G ボタンとオン、オフスイッチ、CMOS クリアボタン、USB 3.0 が2ポート、2.0 が4ポート、マイクロ SD カードスロットがあるよ。購入ページには USB 3.0 ポートの記載や写真がなかったんだけど、実物にはついてたよ。G ボタンとオン、オフスイッチって何？公式サポートチャットで聞いてみたら、開発段階で使用するもので特に意味はないみたい。両側面には Wi-Fi アンテナ用の穴があって、背面には USB2.0 が2ポート、HDMI、ディスプレイポート、2.5GB イーサが4ポート、AC アダプタ用の差し込み口があるよ。裏蓋にはファンや 2.5 インチストレージを取り付けるための穴や、本体をモニター裏に取り付けるための穴がいくつか開いてるよ。中身はどんな風になってるの？裏蓋はネジ4本で止まってて、空気穴はメッシュになってるよ。取り外すとこんな感じ。いきなり M.2 スロットが4つも。この基板が購入画面でオプションの No-RAM、No-SSD、プラス 4M.2 NVMe を選ぶとついてくるんだ。なるほど、これがオプションなのね。一応、拡張ボードも単品で販売されているから、メモリと SSD 付きを選んで、拡張ボードを後付けすることもできるよ。拡張ボードを単品でも販売してくれてるのはありがたいわね。この基板で PCIe 3.0×4 接続の M.2 NVMe スロットを4つの PCIe 3.0×1 接続の M.2 NVMe に分割しているんだ。すごい基板ね。初めて見たわ。詳細はわからないけど TBUF0304 っていうチップで信号を変換しているみたい。チップとコネクタがついてる右側の2つのスロットに両面実装タイプの SSD を搭載する際には干渉しないか確認する必要があるわね。試しに記憶シェアのエクセリアプラス G2 を取り付けてみたけど、どちらもギリギリ干渉しなかったよ。マザーボード側はこんな感じで M.2 Wi-Fi スロットにも変換ボードが載っていて、 SSD を拡張ボードで4台と変換ボードで1台、合計5台搭載できるようになってるんだ。SATA コネクタも1つあるけど、拡張ボードをつける場合は 2.5 インチストレージを取り付けるスペースはなさそうね。 CPU と 2.5GB イーサのコントローラーは金属プレートでケースに放熱するようになってるよ。次はこのミニ PC のスペックを詳しく見ていこう。スペックはこんな感じ。まず注意すべき点は、今回はメモリとストレージなしのベアボーンだから、それらと OS は自分で用意する必要があるんだ。僕が注文した際は拡張ボード込みで 29,816 円だったよ。
そう考えると、よくある格安ミニ PC にコスパで見劣りしちゃうわね。ところで、どうしてこの PC を買おうと思ったの？このミニ PC は大きく3つの特徴があるんだ。1つ目はファンレスであること。2つ目は NVMe.2 SSD を5台搭載できること。3つ目は 2.5GB イーサを4ポート搭載していること。で、思ったんだ。これってコンパクトなオールフラッシュ NAS にぴったりじゃん。で、NAS っていうのはネットワークアタッチドストレージ。要するに、ネットワーク越しにデータを読み書きできるサーバーのことだよ。USB メモリを使わずに、ネットワーク上でファイルのやり取りができるんだ。なるほど。たくさん SSD が積めるこの PC には確かにぴったりね。今回みたいに NAS として使うなら OS は無料のものを使えるし、メモリやストレージは自分で好きなものを搭載できるからちょうどいいと思ったんだ。 CPU は前から話題になってる N100 なのね。 TDP6W だけどファンレスだと温度がどうなるか気になるところ。映像出力は HDMI と DP、 メモリはノートパソコンによく使われる SODIMM の DDR5。 N100 搭載だと DDR4 もよく採用されてるけど、これは DDR5 なのね。デュアルチャンネルに未対応だから、それを DDR5 でカバーできる点は良いわね。拡張ボードなしの状態だと、ストレージは M.2 NVMe SSD が2台、2.5 インチが1台。拡張ボードをつけると、2.5 インチストレージの代わりに、M.2 NVMe SSD を5台まで取り付けられるようになるよ。欄が4つもあるけど、どう使うの？メリットの1つ目は、スイッチングハブなしで、複数の PC から直接アクセスできること。なるほど。スイッチングハブのコストをカットできるのは良いわね。2つ目は、複数の欄を束ねて冗長化したり高速化したりできること。いわゆるチーミングとかボンディングって言われるものだね。高速化もできるの？ Windows のファイル共有なら SMB マルチチャンネルっていう方法があるよ。今回は実際に2つの欄を束ねて高速化されるかどうかも検証していくよ。2本束ねて 5.0GBps にできるか気になるわね。それじゃ次に組み立てとベンチマークをしていこう。今回使用したストレージはこちら。結構古めの機種が多いわね。今回は余ってたストレージがこれしかなかったからこの4台を使っていくよ。この4台の中だとレキサーの NM790 は最近の機種で、いわゆるセミ族と呼ばれてるタイプの SSD だから検証結果は参考にしやすいと思うよ。 CPU の PCIe のレーン数の関係で全ての SSD は転送速度が PCIe3.0×1 約 985MB/s に制限されるよ。せっかくの NVMe SSD の速度が制限されちゃうけどいいの？NAS としては 2.5GB イーサの転送速度約 312.5MB/s がボトルネックになるから問題ないはずだよ。なるほど。ここはベンチマークで実際に問題ないか確認していこう。まずは Windows 11をインストールしてセットアップするよ。その後シネベンチ R23 とクリスタルディスクマークをやってみよう。とここで問題発生。 2.5GB イーサのドライバーが自動で当たらなくてインターネットに接続できなかったよ。確か最新の Windows ってセットアップ時にネットワークへの接続が強制されるんだっけ？そうなんだ。そのせいでインストールが進められなくなっちゃった。ありゃま。解決策としてとりあえず USB のイーサネットアダプターを使用したよ。 Windows のインストール完了後 2.5GB イーサは使えたの？ Windows アップデートの更新とインテルのグラフィックドライバーを入れたけどデバイスマネージャー上でもドライバーは当たってないみたい。結果的に 2.5GB イーサのドライバーは手動でインストールする必要があったよ。まず CWW 系の販売ページからサービス&サポートにアクセスしてドライバーをクリック。9番に進み真ん中の ZIP ファイルをダウンロード。ダウンロードしたファイルを解凍してデバイスマネージャーから他のデバイスのイーサネットコントローラーを右クリックしドライバーの更新からさっき解凍したフォルダを指定すると 2.5GB イーサが使えるようになったよ。手間がかかるわね。ただ他にも不明なデバイスがあってドライバーが当たってないみたい。ドライバーブースターというソフトでドライバーを自動インストールしたよ。これでセットアップは完了。
ドライバーも全部当たったし、なんとかこれで検証を進められそう。まずはクリスタルディスクマークで SSD の速度がどれくらい出るか見てみよう。結果がこちら。シーケンシャルリード、ライトともに800から900メガバイトパーセックくらいね。PCIe 3.0×1 の理論値が約985メガバイトパーセックだから、おおむね予想通りだね。電池時の各 SSD の温度をハードウェアモニターで見たのがこんな感じ。80度 C を超えてるものもあるわね。かなり熱いんじゃない？そうだね。こっちの SSD はヒートシンクなしだから仕方ないけど、こっちの SSD はヒートシンクをつけていても、変換ボード側のスロットは本体の内側だから熱がこもりやすいみたい。スペース的に薄型ヒートシンクしか使えないから、低発熱の SSD を使用する方が良さそうね。次にシネベンチ R23 で CPU の性能がしっかり出せるのか見てみよう。まずはシングルの結果から、10分間時間を空けて3回計測したよ。ネットで検索すると、シングルが900ちょっと、マルチが3000くらいの結果が多いから、同じくらい出てれば問題なさそう。予想より少し低めね。ファンレスだからか温度も高いし、ネットで見るスコアよりは低めに出てるね。クロックは 3.10 から 3.20GHz、消費電力はだいたい 27.3 から 28.3W くらいだったよ。次にマルチの結果がこちら。とここで問題発生。3回目の計測で CPU 温度が88度 C になった直後にブルースクリーンに、しかも SSD 内の OS のブートパーティションが壊れて OS が立ち上がらなくなっちゃった。完全に熱暴走してるわね。やっぱりエアフローのないファンレスのマシンに高負荷をかけるのは良くないようね。負荷をかけるなら熱対策は必須ね。この製品は廉価版で放熱フィンが小さいから高温になりやすいみたい。高負荷用途では放熱フィンが大きい通常版かファンを取り付けた方が良さそう。今回は対策として温度の高かった2つの SSD を拡張ボードの外側に移動したよ。この状態で時間を空けず3回連続でマルチスコアを計測した結果がこちら。スコアはやっぱりちょっと低めで温度が高いわね。マルチコアベンチ時のクロックは約 2.90GHz、 消費電力は 32.4 から 34.5W 程度だったよ。電池中はケースが触っていられないほど熱くなるよ。ベンチが通るようにはなったけど壊れないか心配になるわね。88度 C 以上になると 2.80GHz 程度にサーマルスロットリングしてたよ。冬場でも CPU 温度が最高90度 C だったので、夏場だとすぐにサーマルスロットリングがかかりそう。アイドル時の消費電力はおよそ 17.4 から 19.0W だったよ。ちなみに電源プランを省電力にしても BIOS の CPU パフォーマンスプリセットを変更してもアイドル時やベンチ時の消費電力に大きな差はなかったので、完全にサーマルスロットリングがボトルネックになってそう。高負荷時は意外と消費電力が大きくて、さすがにファンレスだと温度が厳しいわね。まあ NAS として使用する場合はこれほどの負荷はかからないから問題ないはず。実際にファイル共有機能を使ってファイルコピーの時間を測定してみよう。まずは僕のメイン PC のスペックがこちら。このメイン PC からミニ PC の SSD 上に作成した共有フォルダに対してクリスタルディスクマークでベンチマークしてみたよ。メイン PC の RAM は 1.0GB イーサじゃなかった。そうなんだ。このままだと 100MB/s ちょっとしか出ないから 2.5GB イーサ、LAN カードを2つ追加したよ。今回は 1GB イーサはハブ経由でミニ PC と接続していて 2.5GB イーサはミニ PC と直接接続しているよ。発売時期が一番新しくて参考になると思ったから共有フォルダはレキサー NM790 に作成したよ。結果がこちら。左から 1.0GB イーサ、2.5GB イーサ、2.5GB イーサ2つを SMB マルチチャンネルで束ねた場合だよ。シーケンシャルはおおむね理論値通りの速度が出てるわね。SMB マルチチャンネルで 2.5GB イーサを2つ束ねるとほぼ 5.0GBps になるのは良いわね。SMB マルチチャンネルはランダムアクセスは苦手みたいだから実際のファイル転送速度がどうなるか気になるところ。次に僕のメイン PC からミニ PC へ 11.1GB の音楽ファイルをコピーするまでにかかった時間を測定してみたよ。 1.0GB イーサは理論値の約 63%、 2.5GB イーサは理論値の約 67%、 SMB マルチチャンネルは理論値の約 44% の速度が出てるね。 SMB マルチチャンネルは実際のファイル転送では思ったより速度が伸びなかったわね。
今回は数十メガバイト程度の音楽ファイルの転送だったから苦手なランダムアクセスで足を引っ張ってるのかもしれないね。動画ファイルの転送みたいなシーケンシャル速度が活かせる場面ではもう少し高速化できるかも。それでも余ってるランポートを有効活用できるのは良いわね。今回のまとめはこんな感じ。まず良い点はコンパクトでかつファンレスであること。置き場所に困らないし無音だから使っていて快適だよ。次に NVMe、SSD を5台も搭載できること。そして 2.5GB イーサを4つも搭載していること。改めてコンパクトなオールフラッシュナスにぴったりだと思うよ。悪い点の1つ目はコンパクトゆえに温度が高いこと。高負荷用途では放熱フィンが大きい通常版を推奨するよ。もう一つは Windows 11をインストールする場合 USB イーサネットアダプターが必須なこと。ただし Linux をベースにした OS をインストールする場合は不要だったよ。次回はこのミニ PC に NAS 用 OS のオープンメディアボルトをインストールして使い心地を見ていくよ。このチャンネルでは今後も PC やガジェットに関連する動画をアップしていく予定です。チャンネル登録といいねをしていただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。